熱帯雨林はその名の通り一年中暖かく雨がたくさん降り、植物にとっては理想的な環境なのです。大木の幹を土の代わりにして着生植物が生えています。この植物の葉の内側に雨水がたまって、なんとその中にカエルが住んでいました。こんなところにも生物が暮らす場所があったのです。生物はジャングルの中で多彩な暮らし方をしています。この蝶の目玉模様は天敵の小鳥を驚かす効果があると言われています。昆虫や爬虫類など古い歴史を持つ動物は多いのですが、哺乳類の姿はなかなか目にすることができません。何かがやってきます。ペッカリー、イノシシの仲間です。ペッカリーは集団で行動し、木の葉などを食べて暮らしています。水場にやってきたのはコアティ、アライグマの仲間です。コアティは木登りが上手で、低い枝を渡り歩いては木の実や昆虫を食べています。木の枝と地上を行き来する住人です。落ち葉の上にいるのはアグーチ、ネズミの仲間です。6000万年前の馬の祖先はこんな生活をしていました。地上の世界にはこれらを襲う肉食動物がいます。ピューマ。明け方や夕方、アグーチやペッカリーに襲いかかります。ジャングルの中にもやはり哺乳類の生態系がありました。熱帯雨林には地上とは全く違った天国のような独特の世界があります。高い木の頂です。この世界の主役は猿。植物は高い木の頂に花をつけます。やがて実を結び、その実が猿たちの餌になります。肉食動物がやってこない高い木の上で、猿たちは自由気ままに暮らしているようです。地球のあらゆる環境の中でも最も恵まれた世界かもしれません。鳥たちも食べ物を求めて木の頂にやってきます。木の枝にぶら下がっているひょうたんのようなものは一体何でしょう。鳥の巣だったんですね。オオツリスドリと呼ばれるこの鳥は枯れ草を集めてきて、それを器用にくちばしで編んで巣を作ります。大木は鳥たちに住処も提供しているのです。変な動物を見つけました。毎日ほとんど体を動かさずに周りの木の葉だけを食べている怠け者。こんなのんびりとした生き方が許されるのも安全な樹上の世界だからです。こちらは別の種類の怠け者。でも怠け者にしては随分急いで木に登っているようですが、もう一匹怠け者がいました。慌てて逃げているようです。すごいスピード。危ない。どうやら怠け者同士の縄張り争いだったようです。
怠け者の体は地面を移動するのには全く向いていません。こんなところでグズグズしていてピューマにでも襲われたらひとたまりもありません。早く木に登らなくっちゃ。とりあえず手近なところにあった木にはたどり着きましたが、こんな細いおまけに枯れた木に登って大丈夫でしょうか。あ、やっぱり熱帯のジャングルが垣間見せてくれた小さなドラマでした。ではこの熱帯雨林は5000万年後どんなドラマを見せてくれるのでしょうか。熱帯雨林は今人間の手によって消滅の危機に見舞われています。現在のままのスピードで破壊が続けばあと100年も持たずに完全にその姿を消してしまうかもしれません。しかし5000万年後には赤道を中心に再び豊かな熱帯雨林が地球を覆っています。その中の一つアフリカの熱帯雨林を訪ねてみましょう。5000万年後のアフリカの熱帯雨林にはある動物が住んでいます。高い木にぶら下がっているはずなんですが、いました。クラッタというこの動物は木の枝にぶら下がって周りの葉っぱを食べるという現代の怠け者にそっくり。しかし一つ違うところがあります。長い尻尾を枝にしっかり絡めているのです。この尻尾は何のために発達してきたのでしょうか。これがその答え。ストライガー、猫類の最後の生き残りです。なんとまるで猿のような体つき。危ない、クラッタ。枝から落ちたと思ったクラッタですが、なんと尻尾でぶら下がっています。これがクラッタの身を守る術。ストライガーのように高い木の上を自由に移動できる肉食動物が進化してきたので、怠け者のようなクラッタも身を守るための尾を進化させてきたのです。尻尾も実は特別な仕組みになっていて、硬い鎧のようなものに覆われていて、ストライガーの鋭い牙も歯が立ちません。これでは諦めなければなりません。生き物同士の関係もまた相互に進化するのです。私はどんなに激しい環境変化があっても生物はそれを乗り越えることができると信じています。進化は生物のたくましさの証明なんです。しかし生物がそうやって生き続ける理由は何でしょうか。生きること、そう、それ自体が目的なのではないでしょうか。